今回も東方10億円の非公式オンライン対戦ツールの更新情報を紹介するわね。今度はどんな機能が追加されたんですか？今回はついにサーバーを使った接続機能を実装したわ。今まではどうしても対戦相手との接続操作が面倒だったけど、これによって格段に使いやすくなったわ。おお、それは楽しみです。それじゃあ詳しく紹介していくわね。よろしくお願いします。新しい UNON のメニューを開くと、シェアードルームとピュアピア2ピアの2つの項目が表示されるわ。このうちピュアピア2ピアが今までの接続方法で、シェアードルームが今回追加された接続方法よ。今までの接続方法も残されているんですね。シェアードルームは今までのものと違い、サーバーを使って接続する仕組みになっているわ。ルーム名を指定してサーバーの部屋に接続して、同じ部屋にいる人とマッチングするという仕組みよ。公式のオンライン対戦機能のルームマッチと似ていますね。今までのようにチャットで長い接続情報を交換しなくてよくなったということでしょうか。そうなのよ。少し違うところは、同じルーム名を複数の対戦で同時に使用できるところね。公式のオンライン対戦は、ルームの中で対戦が開始されると他の人が入ることができなくなるけど、UNON のシェアードルームは対戦が開始されても、すぐにその部屋に別の人が入れるようになっているの。これを共用ルームと呼んでいるわ。なるほど、部屋の捉え方が少し違っているんですね。まあ、部屋といっても対戦相手以外の人と意思疎通ができるわけではないんだけどね。内部的には、マッチングしたタイミングでルームとの接続を維持するのをやめて情報を消す、という実装になっているわ。接続を維持し続けるのが無駄に感じたからこういう形にしたけど、コミュニティ内で申し合わせて皆で同じルーム名を使い回すことができたり、共通のルーム名を広く周知してランダムマッチのように使うことができたりと、思わぬ利点があったわ。おお、それは便利そうですね。ランダムマッチに興味がある人は、ルーム名をランダムにして対戦の募集をしてみるといいかもしれないわ。ただ、共用ルームには複数組の人が入れる代わりに、同じルーム名に複数の対戦が紐づくことになるから感染機能が提供できないの。そうなんですか？ピュアピア2ピアの感染機能なら使用することができるけど、今後、感染を使用できる別のルーム機能を実装する予定よ。それと、ルーム機能はあくまで対戦相手の接続をするための機能なので、コミュニケーション機能の実装予定はないわ。コミュニケーションは引き続きディスコードなどのチャットを使ってちょうだい。シェアードルームの操作方法を軽く説明しておくわね。まず、オンライン VS モードのメニューを使って、ルーム名とプレイヤー名を設定するの。UNON のメニューから設定するんじゃないんですね。これはまあ、実装都合で一旦公式のルームマッチと同じルーム名を使うことにさせてもらったわ。将来的には別の画面にしたり公式とは別の設定項目にするかもしれないわ。ルーム名とプレイヤー名を設定したらタイトルに戻って、UNON メニューのシェアードルームを選択するの。エンターするかを聞かれるから、ショットボタンを押すと部屋に入ることができるわ。もしすでに人がいたら、インジケーターが満タンになるくらいまでに接続ができるはずよ。誰もいなければそのまま待ち受け状態になるわ。待ち受けを取り消すには、もう一度ショットボタンを押すの。ここで、ショットボタンではなくキャンセルボタンを押すと、待ち受け状態のままメニューに戻ることができるの。画面の上部に接続中の表示が残っていますね。これが出ている間は待ち受けが継続しているわ。このまま CP 優先をして待つこともできるわよ。対戦相手を待っている間に練習ができて便利ですね。シェアードルームの紹介はこんなところかしら。それと最近見つかったバグなんだけど、UNON のメニューだけエンターキーを使って決定することができなくなっていたわ。そうなんですか？これ、他のメニューの選択にエンターキーを使うことができることを言われるまで気づかなかったのよ。そうだったんですか。今後、エンターキーでも決定できるようにする予定よ。さて、UNON の開発を始めてから2ヶ月半が経ったわ。動画の残りの時間で、ここまで UNON で扱ってきた技術についてのおさらいをしていくわ。言い換えると、これから紹介する技術を一つずつ押さえていけば、誰でも UNON のようなツールを作ることができるということね。なるほど、ぜひお願いします。まず技術を列挙していくと、マシンごとアセンブリ言語、リバースエンジニアリング、ソフトウェア改造技術、ピアツーピア通信技術、そして細かいところだとラストや Windows、サーバー実装、クラウド運用などがあるわ。結構多岐にわたりますね。まずはマシンごとアセンブリ言語について紹介するわ。マシン語はコンピューターが直接理解するコードそのもののことで、CPU アーキテクチャごとに決まった形式の数値の羅列よ。そして、これの構造をほとんど変えずに人間が読み書きしやすい形にしたものが、アセンブリ言語になるわ。なるほど、マシン語はコンピューターにとって読み書きしやすい言語で、アセンブリ言語は人間にとって読み書きしやすい言語なんですね。
一般的な開発の流れでこれがどのように現れてくるかというと、まず人間がラストなどの読み書きしやすい高級言語でプログラムを書いて、それをコンパイラーでマシン語に変換して、それを実行するという流れになるわ。また、かつて高級言語がほとんど整備されていなかった頃や、現在でも組み込みなどの分野では、アセンブリ言語を直接人間が書いて、それをアセンブラーでマシン語に変換するということも行われているわね。アセンブリ言語は高級言語が使用できない環境でプログラムを書くために使われるんですね。それだけではないわ。一般に、コンパイラーで高級言語をマシン語にコンパイルすると、処理の最適化や単純化が行われることにより、マシン語から元のソースコードを復元することはできないの。その代わりとなるのがアセンブリ言語で、アセンブリ言語であればマシン語を比較的人間が読める形で完全に表現することができるのよ。これを逆アセンブルと呼ぶわ。なるほど、アセンブリ言語はマシン語を理解するためにも使われるということですね。そして、このマシン語やアセンブリ言語の知識はリバースエンジニアリング、つまりソフトウェアの解析や、ソフトウェアの改造を行う際に重要な知識になるわ。ソースコードが公開されていない環境下においては、ソフトウェアの解析はメモリーの観測と逆アセンブリによって得られるアセンブリ言語の情報がほぼほぼ全てになるから、これを読み解くことができないと、リバースエンジニアリングを行うことは困難よ。リバースエンジニアリングを行うためにはアセンブリ言語の知識が必要なんですね。また、ソフトウェアの改造を行うためには、そのソフトウェアのソースコードを書き換えるのではなく、そのソフトウェアのマシン語を書き換えることになるから、書き換えても既存の動作に支障がないようにするにはマシン語を意識しながらアセンブリ言語を活用する必要があるわ。なるほど、ソフトウェアの改造を行うためにはアセンブリ言語だけでなくマシン語の知識も必要なんですね。次にピアツーピア通信技術について紹介するわ。ピアツーピアとはピアーツーピアーの略で、サーバーを介さずに直接通信を行うことを指しているわ。YouTube などの現在のウェブサービスでは一般にサーバーとクライアントの形式で通信を行うけど、ここでいうクライアントとクライアントの間で直接通信を行うことが、ピアツーピアと呼ばれる通信よ。ピアツーピアはサーバーを介さずに直接通信を行うことなんですね。そもそもサーバーとは外部からの通信を受け入れることのできるシステムのことだけど、一般の家庭の PC やスマートフォンは OS やネットワークの制約によって、簡単には外部からの通信を受け入れることができないの。でも、UDP ホールパンチングの発明や、それを仕様の中に取り込んでいる WebRTC によって、ユーザーが手軽にピアツーピア通信を組み込んだサービスを利用できるようになったわ。WebRTC はユーザーが専門的な知識を持っていなくてもピアツーピア通信を行うことができるようにする技術なんですね。あとは、細かな一般的な技術であるラストや Windows、サーバー実装、クラウド運用などがあれば、UNON のようなツールを作ることができるわ。様々な技術が必要なんですね。まあ、これらの技術を一度に身につけるのは難しいから、日々色々な技術に触れることが大事なんだと思うわ。これらの技術をどのようなところから得られるかも、そのうち話したいわね。これからも東方プロジェクトに関するツールの開発や、プログラミング関連の話をしていくから、今回の話が良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をしていってちょうだい。内容について感想や取り上げてほしいことがあればコメントをしていただけると嬉しいです。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。